5月27日はドラクエの日。ドラゴンクエストからのお知らせや様々なグッズ紹介などがありました。最新情報の内容をもとに現在思うことなどをまとめた動画となります。いろいろ思うことなどもあると思いますが、全体の内容を見てみましょう。まずはドラゴンクエスト11が任天堂スイッチ2に登場。発売日は2026年9月24日に発売予定だそうです。任天堂スイッチ2になることにより、より動きも滑らかになり、まだ遊んだことがない方はこの機会に遊んでみるといいかもしれません。Steam でも販売がされているので、現在セール中ですので、パソコンで遊べる方はこちらを購入するのもありかと思います。続いてはドラゴンクエストからのお知らせのプレミア動画からの内容を見てみましょう。こちらの動画では2作品の紹介がありました。ドラゴンクエスト12、ドラゴンクエストモンスターズ4、この2作品がお披露目となりました。まずは登場したことによりいろいろ思う部分があったと思われます。こちらの内容について個人的に思う部分を話せればと思います。まずはドラゴンクエスト12から見ていきましょう。こちらに関しては以前のお披露目の時はドラゴンクエスト12選ばれし運命の炎というサブタイトルでしたが、今回のお披露目時には夢の彼方へと変更がされました。ダークな感じという設定だったのが、そこから変更されてダークではなく明るくワクワクするような世界が広がっているとのことです。個人的にはダークな感じもプレイしてみたかったのですが、よくよく考えてみるとやはりダークな感じというより3人が携わる最後の作品であるから、ダークな感じというよりワクワクするという内容の方がいいのではないかなと思いました。堀井さんからは鳥山さんのキャラクターと杉山さんの音楽とともにお届けしますよとおっしゃっておりました。そのためやはりダークな感じで終わるよりワクワクする作品として世に出した方がいいのかなと思ったのではないかなと思われます。これがご存命であったらまた話が変わっていたかもしれません。個人的にはこの判断はとてもいいのではないかなと思います。いつ発売されるかは分かりませんが、気長に待ちたいと思います。最初発表されたのは5年前ですので、発売に関しては早くて5年と見ると気持ちが少しは楽なのかなと思います。そして新音源はありませんでしたが、キャラクターの方はいろんな方が新しく登場しました。まずは主人公はこのような見た目をしており、不思議な夢が見えてしまうという主人公だそうです。最初の見た感じとしてはドラクエ1からドラクエ11までの主人公を並べた時に、このキャラが入れるのかという疑問がありました。しかしまだこの状況ではまだ判断は難しいなというのもあります。夢の彼方へというサブタイトル、もしかしたら夢の中にいるもう一人の自分がいるのかもしれない。ドラクエ6であったようにもう一人の自分と合体して本当の自分になることが、もしかしたらこれがサブタイトルの意味になる可能性も、このあたりがですね、あっと驚く内容にもなってくるんじゃないかなと。これはねあまりは関係ないんですが、あっと驚くね要素があるんじゃないかなというふうに思っております。またよくよくデザインを見てみると、主人公についている腰の部分のデザインなのですが、ドラゴンボールダイマより書き下ろしイラストっていうのがね公開されたと思うんですが、鳥山先生のイメージキャラのキャラクターがねいると思うんですが、この部分のこのマークですね、ドラクエ12の主人公のマークと、とても似ており、ドラゴンボールのこのダイマと、同時進行で多分作ってくださったんじゃないかなというふうに思いました。最初はね、ダークな感じというふうに作成多分依頼されていたと思うので、見た目も少し、暗めの感じの多分デザインにされたんだろうなと思います。これはちょっと勝手な考えなんですが、鳥山先生の最後に、やはり生み出された主人公なわけなので、キャラクターデザイン、そして最後のマーク、自分のイメージキャラクターにもそのようなねマークをつけて書かれていたと思うので、ダークな感じというより、孫悟空のようにですね、ワクワクする大冒険を最後にね残したいと、開発の方は思ったのではないでしょうか。そのため、今回のリスタートというのは、賢明な判断だと個人的には思います。そしてですね、他のキャラクターはこのようなトカゲのようなキャラ、赤っぽい髪の女性、マシンのようなキャラが登場しました。映像の中ではトカゲのキャラは王国の騎士のような感じ、赤っぽい髪の女性は整備士のような感じ、マシンに関しては赤っぽい髪の女性の補助役的な感じ、この赤っぽい髪の女性に作られたのかちょっと分かりませんけれども、これらのですね、位置づけになるんじゃないかなというふうに現状伺いました。映像を見てみると
少しあの作品がね、少しちらつく部分がありました。そう、クロノトリガー。これもですね、リメイクを多分される可能性もやっぱありえますよね。シルバードのような見た目のマシンが登場しており、乗り物もすごくいいなと思いました。ドラゴンクエスト10は例外としてバイクとかを乗り回したりしてるのは、すごくね、新鮮な方もいたんじゃないかなと思うんですよ。またこれらを踏まえると、主人公は夢を見る黒の夢、トカゲのキャラは王国の騎士サイラス、カエル、赤っぽい女性は整備士、機械、ルッカ、補助役のマシンは機械、ロボット、ロボ、という感じで若干クロノトリガーを思わせる部分もありました。一応ですね、ドラクエ11では過去に遡るなどもあったので、少しそういう意識はね、若干はあったんじゃないかなというふうに思いました。新作のモンスターとしては鎧を身にまとったグレートドラゴンのようなモンスターが登場と。ドラクエ10にはパラノディスっていうね、バトルレックスの転生モンスターがいるのですが、若干それをね、思わせるような見た目のドラゴンでした。実際はどういう風になっていくのかは楽しみなところです。以上がですね、ドラゴンクエスト12夢の彼方へに関する感想でした。続いてはドラゴンクエストモンスターズ4について。こちらはですね、テリワンで登場した枯れ木の国をベースに作られるとのこと。主人公はビアンカとフローラになり、ビアンカ版とフローラ版が発売されるかは今のところ不明です。ゲーム内でどちらかを選ぶ形になる場合も考えられます。新モンスターは若干魔物者のような感じのね、キャラクターも登場と。個人的にこの2人が魔物使いにね、ちょっとマスターとして立ってしまうと、ドラクエ5の主人公の立場がという風にね、ちょっと思って笑ってしまいましたね、ここね。で、ドラゴンクエストモンスターズ4にですね、思うことなんですけども、やはり、ラスボス、またその周辺のキャラクターをしっかり配合でね、作成させてくれることを切に願うばかりです。ドラゴンクエストモンスターズ3では、ランディオル、リュノ、これら作成できずに終わってしまいました。初めて使用できるようになったのが、まさかのドラクエタクトなんですよ。結構最初、強かったんですよね。だから、ドラクエモンスターズ4では、こういうしっかりとですね、ラスボスを作成できるようにしていただければなと思います。ランディオルも、リュノもね、入手したんですけども、いや、モンスターズで入手したいよなっていうふうに思いながらね、時間がね、かかってもいいので、モンスター数も被りなどなるべくないようにしていただき、対戦だったり、その他の追加配信とかね、こういう部分も楽しめるようにしていただければありがたいかなと思います。ドラクエ10はいろんなモンスターが登場しているので、そこからね、持ってくるっていうのもやっていただければなというふうに思います。キュロノスだったりとか、キュルル、これね、登場するといいなと思いました。若干ね、風貌がね、キュルルはモンスターズ寄りだと思うんですけど、キュロノスは若干、モンスターズ寄りではないとは思うんですが、そういうのがね、出てくると、配合した時にね、驚きがやっぱりあると思うので、これは、意をつく見た目のデザインだなっていうのがあるんでね、この辺ちょっとあるといいなと思いました。発表されるプラットフォームは様々なハードで発売されるようですが、一応最初はね、スイッチ2の、バージョン購入を考えています。という感じで、ドラクエの日に発表された3作品の内容をまとめていきました。皆さんいろいろ思うこともあると思いますが、気長にね、待っていければなと思います。ドラゴンクエストモンスターズ4が先に発売されると、おっしゃっていたので、早くプレイできる日を楽しみにしております。皆さんはどんな内容が来ると思いますか？コメントの方でね、書いていただければありがたいかなと思います。ここまでご視聴していただきありがとうございました。また次回のドラクエ動画でお会いしましょう。それでは失礼いたします。またね。バイバイ。